は、オッスオッス。スパロボ F の縛りプレイをやっていくぞ。前回のステージでエルガイム J が加入し、一気に戦力がアップしたね。今までの戦力だと頼りなさすぎだからな。ありがたいぜ。今回のインターミッションでのまとめだ。資金は全部エルガイムにつぎ込んでますね。完結編の最後までお世話になる可能性もある機体だからな。ちゃんと改造するぜ。いくら民間だからってゲッターをそんな簡単に見せていいんでしょうか。というか危険さは考えないんだろうか。早速顔芸いただきました。相変わらず崩れてるなぁ。やられた。おら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 。やられた。はい、シャングリラといえばおなじみ、ダブルゼータのガンダムチームですね。子供はみんなニュータイプ、見せてやろうじゃないの、大人たちにはさ。というわけで全員ニュータイプ持ちです。誰も使用できません。悲しすぎる。やってやるやってやるぞ。落ちるかよ。しばらくしたらロンドベル隊が到着するので、樹洞さんにおとりになってもらって時間を稼ぎましょう。他の奴らじゃ普通にやられるだろうからな。相変わらず少ない戦力だぜ。次に戦力が増えるのはいつになるやら。ロンドベル隊は出てきたものの、橋を渡った先に出てきているので、合流まで時間がかかるな。もうしばらく樹洞さんに盾になってもらおう。でも命中率 40% とかにできる回避率持ってるんだから、やっぱニュータイプってすげえや。ちなみにニュータイプはレベル1の時点で命中回避 20% の補正がかかる。つまり、単純に運動性が10高くなると思ってもらっていい。ちなみに最強パイロットアムロさんのニュータイプレベルは4なので、最初から 25% の補正がかかる。要はデフォルトでサイコフレームとバイオセンサーを装備してると思っていいぞ。なんてチート性能。ついでに解説しておくと、このゲームのよだめは、パイロットの格闘、射撃が計算式に思いっきり直結している。最近のスパロボみたいに、射撃値も格闘値もそんな気にする必要ないってゲームじゃないってことですね。細かい計算は各々調べてくれ。ちなみに一例を言うと、コーとキースは格闘値の差が40前後ある。これはキースの格闘が低すぎるからなんだが、このぐらいの差だと威力1100のビームサーベルでだいたい400前後のダメージの違いが出る。400、あんまり差がないように思えるけど、計算式の中で、武器攻撃力にパイロット攻撃力を掛け算するから、武器の攻撃力が上がれば上がるほど、この差は大きくなっていくんだ。まあそもそも、与えるダメージが1000前後なのに400差が出てる時点で、1.4 倍ぐらい違うんだけどな。確かにな。格闘技と射撃値が大事なのはなんとなくわかったぜ。この射撃値なんだがな。ガンダム系オールドタイプパイロットは、だいたい140程度の数値に固まってるんだ。これがオールドタイプ標準ってことだな。さあここで1枚の画像を見てくれ。これが、
我らが高浦希少尉の現在のステータスだ。格闘も射撃もバランスがいいですね。さあそれではもう一枚の画像をご覧いただこう。なんだこれ、化け物かよ。射撃値は30の違い、回避命中に至ってはニュータイプ込みなので、50程度違う。イかれた性能だな。なんとこの射撃値30という差がな。レベル10のアムロとコウが同数値になるのは、レベル30付近なんだ。30って、だいたい F の最終話ぐらいのレベルだな。最終話付近でようやくステージ1のステータスに追いつくってことですか。あくまでも射撃値だけだけどな。回避命中に至っては、もう気にしちゃダメだぜ。この絶望的なまでの差。さあいかにオールドタイプとニュータイプの差がひどいのか知ってもらったところで、久々にゲーム画面を見ようじゃないか。知らないうちにロンドベル隊が合流してますね。樹洞さんは頑張って避けまくってくれたので、すでに戦艦の中です。樹洞さんのど根性ってこのステージのためにあると言っても過言じゃないよね。リアル系ではあんまり使わない精神コマンドだしな。しばらくはグライアとアローンをボコボコにする絵が続くだけなので、ざっくりカットだぜ。キャブレイとチャイチャー殿が近づいてきたな。キャブレイとチャイチャー殿はどちらかを倒すと全部撤退するので、最後に倒したいな。ちなみにキャブレイは強気なので気力がもりもり上がってるけど、チャイチャー殿は普通だから100のままだ。落とす強化パーツも、キャブレイがプロペラントタンク、チャイチャー殿がプロペラントタンク S とチャイチャー殿の方が優秀なので、キャブレイは適当に引きつけてチャイチャー殿を落とす方が色々美味しいぞ。ただ、チャイチャー殿はだいぶ後ろにいるな。ダッシュに勝てるのエルガイムくらいだし、アントン・ヘッケラーとかに比べてチャイチャー殿は圧倒的に弱いので、ラバさんで短期突撃しても問題ないだろう。前回と違ってパワーランチャーも改造済みだしな。今回は気力も上がっている。バッシュ程度なんてことはないはずだ。気力が上がったキャブレイを誰で引きつけるんでしょうね。一発でやられることはないだろうから、なんとかなるだろう。オラ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 。まだ落ちなさい。笑わせやがる。発射のグライアはだいぶ HP が高いな。結構な改造をされているようだな。チャイチャー殿が動き出したな。遅いんだよ。もっと早くこっち来いやー。こいつ落ちろ。ってたまるか。なんだ、あんな距離から攻撃できるのか。当たりませんね。キースとガンキャノンが活躍できる日は来るのか。キースはともかく、ガンキャノン、ガンタンクには秘メタルパワーがあるからな。日の目を見る日は来るぞ。キースには来ないんですか。そもそもこの縛りだとガンダムパイロット少なすぎて、キースといえど貴重な戦力なのだ。きっと終盤まで頑張ってくれるさ。メタスで。戦闘に活躍の場はないんですか。そうやるじゃねえか。落ちろっつってんだろ。そんなもんかよ。発射が意外と強い。こっちが弱いせいで発射すら強く見える不思議。発射なんて宇宙適正 B だから宇宙で出てくれば弱いのに、わざわざこのステージだけ地上にして、発射の地形適正カバーのためか。発射の宇宙スペース適正 B は完結編までお待ちください。ここ
までだな。やる。でもまだ遅い。程度で落ちるか。エネルギーなボンバーが思ったよりも痛いな。エネルギーなボンバーだからね。仕方ないね。ダバはバッシュと1対1なのに、たくさん味方がいる発射ジャブレイ側の方が困ってるという。スパロボは一気当選ということがよくわかる構図ですね。発射のくせに生意気な。喋ることがなくなるからとっとと当たってくれないか。本音ダダ漏れなんですけど。よしよし、もう一発ってところだな。しかし、本当に努力ばっかり覚える奴らだな。今現在入手済みのガンダムパイロットで努力を覚えないのはキースとブライトだけ。キース。落ちなさい。やられる。俺だって慣れればちょっとしたもんよ。言ってると思わなんだ。予想以上の火力の低さですね。結構ダバさんもヤバめね。短期突撃はさすがに火ダメが痛いな。パワーランチャーばっかり撃ってきてくれればいいんだが、さすがにそう甘くはないか。発射はできればクリスで努力かけて倒したいから、次ターンに回すか。そんな簡単にやられるものか。ごめん。あのれ。発射ー。やってしまいましたねダバさん。さあそしてヒーローのウイングガンダムが登場。またこいつがくっそ強いんだよな。硬いし盾するし反撃痛いし勘弁してほしいぜ。ちなみにこのステージでは HP50% 以下で撤退するぞ。絶対ないし、倒すのはさすがに厳しいか。そもそもまともに戦えるのダバくらいだし、ワンチャンあってもギリギリまで削ってクリティカル待ちってところか。まあ現実的じゃないね。ウイング勢とっとと仲間になってくれ弱い弱い言われるウイング勢だけど、そもそもニュータイプいないからこの縛りだと普通に強ユニットなんだよな。目標確認。破壊する。まだまだ。撃つよ。油断したか。あれ、思ったよりも楽勝。ヒーローは今出てきたばっかで気力上がってないからな。気力差34は伊達じゃないぜ。撃つよ。何？ここまでのパワーがあったか。目標確認。破壊する。かわせた。今のクリティカルしてれば倒せそうだったな。そうだな。惜しかったぜ。
ガンダムチームはほんとたくましいな。原作と違ってアムロみたいに怒れる人がいる分、素直に言うことも聞いてくれるしな。クリアおめでとうございます。本当なら受動も増えて戦力アップって感じなのに、何にも変わらない悲しさ。使用できる味方、早く。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。